今日集めた資料、かなり面白いですよ。あなたのために特別なリサーチ結果を用意しています。今回はスケールの振り幅が極端なんですよね。そうなんです。一人の開発者の些細なエディターへのこだわりから始まって、最後は数百万のデバイスを支える巨大なインフラまで到達しますからね。普通なら交わらない話題が山積みです。個人のブログ記事だったり、自律型 AI の100日間の活動記録、それから AI の投資対効果、つまり ROI に関する考察とか、さらに IoT アーキテクチャやエンタープライズブロックチェーンの事例まで網羅していますね。はい。でも、今日の私たちのミッションは、これらすべてを貫く一本の線を見つけ出すことなんです。テクノロジーはどのように作られ、評価され、そして世界規模にスケールしていくのかという一連の流れを解き明かすわけですね。その通りです。もしあなたが日々の仕事でもっと効率化できないかと悩んでいたり、チームへの AI 導入を任されていたりするなら、今日の深掘りはかなり刺さるはずです。間違いなく日常の業務に直結するヒントが見つかると思います。さて、これを紐解いていきましょう。まずは私たち人間が日々直面しているミクロな開発体験の泥臭い話からです。前のトレンド記事からの情報ですね。人間のエンジニアがいかに自分の使うツールやその背後にある基礎的な仕組みの最適化に執念を燃やしているかがよくわかります。リスナーのあなたも少しでも作業を早くするために新しいツールを試して結局元に戻したっていう経験あるんじゃないですか？まさにそのリアルな葛藤がソースにありました。そうそう。Z という新進気鋭のエディタの話です。AI 連携が強力で動作も早いということで、10年以上 Emacs を愛用してきたある開発者が、3ヶ月間メイン環境を Z に移行してみたそうなんです。3ヶ月という期間は新しいツールを実務で評価するには十分な時間ですね。なのに結局、その開発者は Emacs に戻ってしまったんですよ。Z を素晴らしいツールだと高く評価しているにもかかわらずです。なるほど。これ、新しいテクノロジーが常に勝つわけではないという典型ですよね。まさにそこです。なぜ戻ったのか。それは自分のユースケースに対するフィット感とマッスルメモリー、つまり筋肉の記憶の壁があったからです。頭では Z が優れていると分かっていても、指先が Emacs の動きを覚えているわけですね。そうなんですよ。どれだけ AI の自動保管が優れていても、自分が長年かけてカスタマイズしてきたショートカットや指先と画面が完全に連動するような手触り感には勝てなかったんです。カタログスペックだけでは測れないんですよね、人間の生産性って。本当に理屈じゃない部分が大きいです。一方で、ツールを変えたことで劇的なブレイクスルーが起きた例もありました。ルールシンクという OSS ツールの開発者の話です。バイナリーサイズの話ですね。はい。バージョン5.5.1でシングルバイナリの生成エンジンを Dino から BAN に切り替えたそうです。コマンド一つ変えただけなんですが、これファイルサイズがどうなったと思いますか？よく9分の1に激減したんですよね。なんと9分の1ですよ。凄まじいですよね。ここで非常に興味深いのは、なぜ彼らがそこまでバイナリーサイズにこだわるのかという点です。単にディスク容量を節約したいだけじゃないんですか？もちろんそれもありますが、本質は違います。バイナリが小さければ、クラウド環境へのデプロイが一瞬で終わります。なるほど、転送時間が短くなるから。ええ。そして、サーバーレス環境でプログラムが立ち上がるまでの時間、いわゆるコールドスタートによる遅延も劇的に改善されます。つまり、エンドユーザーの快適な体験に直結するわけです。個人のちょっとした執念が最終的なスピードを生むわけですね。他にもこの基礎や細部へのこだわりを示すエピソードがありました。SQL の条件判定の話ですね。はい。SQL で2つの時間区間が重なっているかを判定するインターバルオーバーラップの問題です。ICU、つまり集中治療室の臨床データ分析の現場でこれに直面した開発者が超絶書きにくいと嘆いていました。単純な比較のように見えて、実は非常に厄介な問題です。ただ時間や日付を比べるだけなのになぜそんなに難しいんですか？一見シンプルに聞こえますよね。でも ICU の現場を想像してみてください。はい、いろんな機器が動いていますね。ある患者が午後2時から5時まで人工呼吸器をつけて、午後4時から6時まで特定の投薬を受けたとします。その場合、午後4時から5時までの間が重なっているわけですね。その通りです。この2つの期間が重なっているかを標準的な SQL で判定しようとすると、開始 A が終了 B より前でといった複雑な境界条件を同時にクリアするロジックを書かなければなりません。なるほど、条件分岐の嵐になるわけだ。ええ。しかも一つでも条件を漏らすと、臨床研究のデータそのものが致命的にバグってしまうんです。うわぁ、それは怖い。
表面的なコードを書くテクニックじゃなくて、データの境界線という論理的な仕組みを完全に理解していないと書けないわけですね。まさに基礎への理解が問われる部分です。同じようにコンパイラ基盤の LLVM で定数序算の最適化がマージされたという話題もありました。64ビット環境で何かの変数を7で割るみたいな計算をするときに33ビットのマジック定数を使うとか、マジックって何ですか？コンピューターの CPU にとって割り算って掛け算に比べてとてつもなく遅い処理なんです。そうなんですか。人間と一緒ですね。はい。だからコンパイラは割り算を別の計算にすり替えます。例えばピザを7等分する代わりにピザに 0.1428 という特殊な分数をかけてからビットシフトという処理を行うんです。割り算を掛け算に変換しているわけですか？そうです。この特殊な分数がマジック定数です。結果は全く同じなのに処理時間はマイクロ秒単位で劇的に速くなります。つまりエンジニアたちは AI のようにただコードを生成しているわけではなくて、その裏側にある数学的なアルゴリズムやハードウェアの限界と日々格闘しているわけですね。記事の中で可視化ツールの TSNE をただかっこいいから使っていた開発者がアルゴリズムを根本から理解することの重要性に気づいたと語っていたのも全く同じ文脈ですね。なるほど。TSNE は複雑なデータを分類する強力な時限圧縮手法ですが、数学的な裏付けを知らずに使うのはクラッチの仕組みを知らずにマニュアル車を運転するようなものです。いつか必ずエンストします。自分が何を作っているのかを真に理解しようとしているわけですね。その通りです。そうやって人間が一生懸命手元のツールやコードをミリ単位で調整し、アルゴリズムを理解しようと汗をかいている一方で、ここからが本当に面白いところなんですが、なんと AI 自身が副業をして自律的に稼ぐ時代になっています。DIV コミュニティで公開された驚きの実験記録ですね。100 Days of AI ハッスルというプロジェクトです。クロードのクロードソネット4-6モデルに所持金20ドルを与えて完全に自律的に意思決定させて100日間でどう増やすかを見るというものです。私たちが読んだのはその2日目の記録ですが、すでに衝撃的でした。この AI、朝から晩までトレードしているんですよ。例えば S&P500 が下落することに6ドル60セントをかけたんですが、市場は回復してしまったんです。人間ならここでどうするでしょうか。リスナーのあなたも株や仮想通貨でいやまだ戻るはずだと感情的になって持ち続け大損した経験はないですか？人間は損失を確定させることに強烈な痛みを伴う心理的バイアスを持っていますからね。祈るようにホールドしてしまうんです。でもこの AI は違いました。市場の回復を検知すると結果が確定して価値がゼロになる前に1株40セントですぐに売却したんです。見事な判断です。6ドル60セント丸々失うところを6ドルをきっちり回収してマイナスをたった60セントに抑え込んだ。完璧な損切りですよ。 AI がトレードで強いのは膨大なデータを処理できるからだけではありません。彼らにはエゴがないんです。希望的観測を持たず、ただ確率を再計算して最も合理的な行動をとります。そして回収した資金を翌日の消費者物価指数 CPI の発表データに再投資したり、さらにはオスカー賞の予測市場でショーンペンにかけたり、クラーケンの IPO に分散投資したりしていますね。朝は市場のデータ分析をして午後はショーンペンの受賞確率を計算しているなんてちょっと笑っちゃいますよね。でもこの AI の行動はトレードだけじゃないんです。ソフトウェア開発の報奨金バウンティも稼ごうとしています。フィンマインドというプロジェクトですね。そうです。 GDPR 対応のために449行の Python コードを書いて提出し報酬を狙っているんです。でもちょっと待ってください。自律型 AI が書いたコンプライアンスに関わるコードを企業がそのまま受け入れるんですか？法的なリスクが大きすぎませんか？鋭い指摘です。まさにそこがバウンティの限界なんです。人間側も AI の行動を厳密にレビューしなければならないし、他の参加者との競争も激しいわけです。AI 自身もその非効率性に気づいたんですよね。はい。狩りより構築という教訓を自ら導き出し、単発のタスク労働から不労所得を生むアセット作りへと戦略を転換しました。だから自律的に依存関係を監査する NPM パッケージを作って公開までしてしまったんですね。タスクをこなす労働者からツールを提供する側に回ったわけだ。自分の行動を振り返り、リスクを管理し、戦略を自己最適化していく。この適応力こそが現在の自律型 AI の恐ろしいところです。さて AI が自分でコードを書いて
戦略まで修正できるようになると、企業のリーダーたちは全く別の問題に直面します。つまりこれはどういう意味を持つんでしょうか。人間が働く組織において AI の導入効果、つまり ROI をどうやって正確に測るのかという問題です。多くの企業がここで致命的な藁に陥っています。間違った指標を追ってしまっているんです。あなたも経験があるかもしれません。スプリントレビューで消化ポイントが過去最高を記録してチーム全体で喜んでいたのに、数週間後に本番環境でバグが頻発してその修正で徹夜になるみたいなこと。記事ではこれをバニティメトリクス、見栄えだけの指標と呼んで警鐘を鳴らしていますね。 AI を使えば生成されたコードの行数やマージされたプルリクエストの数は簡単に爆増しますからね。しかしコードは少ない方がメンテナンスしやすいことも多いですし、爆速でマージされた裏で人間が何時間もコードレビューに費やしていたり、技術的負債が蓄積していたりすれば、それはもはや負債の大量生産です。では追跡すべき真の指標は何なんですか。3つあります。1つ目は仕様策定から本番環境までの総時間です。コーディングの時間だけでなく、エンドツーエンドのリードタイムですね。全体のスピードを見るわけですね。2つ目は欠陥のすり抜け率です。レビューをすり抜けて本番に出たバグの割合です。そして3つ目がコードのチャン。一度書かれたコードが数ヶ月後にどれだけ書き直されたかという品質の指標です。ソースにあった具体的な ROI の計算例、あれは生々しかったですね。ある機能開発が以前は80時間かかっていたのが AI 導入で50時間に短縮できた30時間の節約です。エンジニアの時給を150ドルとすると1機能あたり4500ドルのコスト削減になります。四半期で20機能リリースすれば約9万ドルの節約になる。数字だけ見ると大成功ですよね。しかし、そこから AI ツールのライセンス費用と何より追加でかかったレビューのコストを差し引かなければなりません。AI が書いた複雑なコードの意図を読み解くためにシニアエンジニアが時間を奪われているわけですからね。もしそのレビューに四半期で3万ドル相当の時間を費やしていたら、さらに欠陥のすり抜け率が上がり、カスタマーサポートがパンクしたら、9万ドルの節約なんて一瞬で吹き飛びます。これをより大きな視点と結びつけてみると、AI 導入を成功させる鍵は AI にいかに早くコードを書かせるかではないんですね。その通りです。むしろ AI が迷わず動けるためのより厳密な仕様作成と人間による容赦のないコードレビューにあります。開発のボトルネックがコードを書くことから定義することと検証することに完全にシフトしているわけだ。はい。しかし、ここで新たな問題が生まれます。AI の出力物を人間が検証するためには、人間側が常に最新の知識を持ち、文脈を理解していなければなりません。ただでさえ情報過多の現代において、人間はどうやってその文脈を維持するのか。それに対する一つの答えが次のソースですね。情報の波を乗りこなす内外のコンテキスト統合システム、ソーシャルクラフト AI2 のアプローチです。これ本当に賢い仕組みですよね。このシステムは情報を裁くために外向きと内向きのデュアルアプローチをとっています。まず外向きのオーサリティモニターですね。はい。これは RSS フィードと GPT-4 ミニを使って業界ニュースを自動収集し URL をハッシュ化して重複を排除します。そしてリンクドイン向けに独自の視点を持った150から200文字の投稿ドラフトを1日5件まで自動生成します。つまり世の中のトレンドというマクロな文脈を常に AI が要約して提示してくれるわけですね。でも AI って知ったかぶりをするじゃないですか。ハルシネーションです。自社のコア技術について AI に嘘をつかれたら企業の信頼問題に関わりますよ。だからこそ内向きの仕組みが重要なんです。プロダクトグルーですね。はい。Google のノートブック LM を統合しています。技術的に面白いのは公式 API がないノートブック LM を CLI ラッパーとクッキーベースのセッション管理を使って無理やりシステムに組み込んでいる点です。力技ですね。しかし最大のポイントはこの AI を社内の技術ドキュメントや独自の PDF のみに完全に制限している点です。グラウンディングですね。外部のインターネットの知識を伝わず、社内の絶対的な真実だけを語らせるわけだ。そうです。外部のニュースでトレンドを発見し、それを内向きの AI に渡して自社の文脈に照らし合わせるとどうなるかを分析させるんです。なるほど。これによりハルシネーションのリスクをゼロに抑えながら
リサーチから分析、執筆までの膨大な認知負荷を削減できるんです。個人のツール選びから始まり、AI の自律行動、チームでの ROI 測定、そして情報のさばき方まで見てきました。では最後に、これが極限までスケールした時の話をしましょう。何100万というデバイス、何十億というトランザクションをさばく、巨大インフラも世界です。IoT とエンタープライズブロックチェーンですね。現代の IoT プラットフォームはもはや一つの巨大なシステム、つまりモノリスでは成立しません。記事にあったスマートシティの事例だと、50万個のセンサーと15万台の車両から絶え間なくデータが送られてくるんですよね。はい。普通のデータベースなら一瞬でパンクしてメルトダウンします。一体どうやって受け止めてるんですか？データの性質に合わせてデータベースを完全に分割するポリグロットパーシステンスという手法をとっています。適材適所ということですね。生の大量のイベントデータはまずカフカで受け止め、時間軸の変化を追うデータはインフラックス DB へ、デバイスの属性情報はポストグレス QL、そして過去の思い履歴分析にはクリックハウスを使います。記事の中にあったカッパーアーキテクチャという言葉も気になりました。これまでのラムダアーキテクチャと何が違うんですか？ラムダアーキテクチャは過去のデータを処理するバッジと現在のデータを処理するストリームの2つのパイプラインを持っていました。しかしこれだと管理が2倍複雑になります。確かに。一方カッパーアーキテクチャは過去のデータも含めて全てをストリームとして扱います。どういうことですか？例えるなら、ラムダは過去の映像は DVD で見て、今の映像は生放送で見る仕組み。カッパは録画機能付きの生放送を必要に応じて巻き戻して見る仕組みです。なるほど。システムが一つで済むわけですね。ええ、その結果、運用の複雑さが 40% も削減されます。このスマートシティはデータの処理遅延を 2.5 秒からわずか120ミリ秒へ 95% も改善させました。120ミリ秒。車の自動運転レベルのリアルタイム性ですね。そしてもう一つの巨大スケール、エンタープライズブロックチェーンです。2029年には約1638億ドルの市場になると予測されていますが、ブロックチェーンってデータを記録するのにお金、いわゆるガス代がかかりますよね。巨大なデータをどう保存しているんですか？すべてをブロックチェーン上のオンチェーンに置くのはコスト的に不可能です。そのため、オンチェーンには 1KB 以下の暗号濁的な検証データだけを置き、実際のビジネスデータはオフチェーンの IPFS やポストグレスに保存するハイブリッドアプローチが主流です。製薬会社のサプライチェーン事例が面白かったです。偽造薬で年間 3.2 億ドルも損失を出していた企業が、マークルツリーという技術を使ってシステムを構築したんですよね。このマークルツリーって何ですか？簡単に言えば、デジタル署名のための ZIP ファイルのようなものです。圧縮するんですか？はい。数千個の薬のボトルの検証データを一つ一つブロックチェーンに書き込む代わりに、それらを数学的に一つの小さな証明、ルートハッシュに圧縮して記録するんです。なるほど。圧縮してまとめて記録するから、ガス代が 78% も削減できたと。しかも偽造を 99.7% 減らし、年間1億4200万ドルものコスト削減に成功している。規模がすごすぎます。これは重要な問いを投げかけています。システムがどれだけ巨大化し、数十億のトランザクションを扱うようになっても、最終的な成功の要因は何だったか。ええ。それはデータの性質を正しく見極め、適材適所のツールを組み合わせるということです。あ、それって、はい。今日の最初にお話しした全ノの記事で EMAX と Z を比較したり、盤を使ってバイナリーサイズを極限まで削ろうとしていた個人の開発者たちがやっていたことと原理的には全く同じなんです。本当だ。デノからバンへ乗り換える個人のこだわりも、エゴを捨てて損切りする AI のロジックも、真の RMOI を見極める厳密なコードレビューも、そしてスマートシティや製薬会社の巨大インフラもですね。スケールが違うだけで、全てはノイズを減らし、摩擦をなくし、価値を最大化するというエンジニアリングの本質に向かっているんですね。あなたが今目の前の仕事で直面している小さな最適化も、間違いなくこの巨大な進化の最前線とつながっているわけです。そうです。マクロなスケールはミクロな理解の積み重ねの上にしか成り立ちませんから。さて今日のリサーチの紐解きはここまでですが、最後に少しだけあなたに考えてみてほしいことがあります。今日見てきたように AI が自律的にコードを書き、市場で稼ぎ、システムが自己最適化しながら何十億のデータを処理していく時代がすでに現実になっています。だとしたら人間であるあなたにしか生み出せない真の価値とは一体何でしょうか？これだけ AI が自律化していくと、人間の役割は間違いなく変わりますね。はい。もし明日
AI が完璧に動作する無駄のない行動を瞬時に出力できるようになったとき、私たちが本当に磨くべきスキルは、もはや問題の解き方ではないはずです。無限にあるノイズの中から今 AI を使って本当に解くべき問題はどれなのかを見つけ出す能力、それこそがこれからの人間に求められる最大のスキルになるのではないでしょうか。今回の深掘りがあなたの次に見つけるべき問題のヒントになれば嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回のディープダイブでお会いしましょう。